どうも、駒ヶ崎です。今回はですね、こんな感じで100均で購入できるミニチュア系の商品いくつか集めてきました。では早速紹介していきましょう。まずはこちらダイソーさんのミニチュアショッピングカート。これは200円商品です。はい、このような感じになっていて、全体は金属製。この持ち手となんかカバー的なもの、この辺りはプラ製です。でちゃんと車輪も回るようにできていて、かなり作りはしっかりしています。こんな感じですね。はい、次はこちらです。インテリアマグネット。ワインの棚みたいなやつですね。はい、開けるとこんな感じになっていました。棚の部分は本物の木製になってますね。このような感じでワインが1、2、3、4、5本飾ってあります。これマグネットなんですが、こういう風に置いてもしっかり自立するようになっているんですよね。スケール感わからない状態だと結構本物っぽく見えますよね。で、ちゃんとワインのラベルもそれぞれ違っています。ただまあちょっと上の塗装が雑なのは気になるんですが、結構ね、ボトルのこれちゃんと中が空洞になってるのかな。この立体感がしっかりとあって結構それっぽく見えます。こちらは100円商品です。では次開封してみましょう。調味料型泥ネーバー。これは結構ね、リアルな感じの容器に入った蓋開いてる。そうか、道理でなんか袋が妙に汚れてるんだよなって思ったんですけど、商品は3タイプあります。で、今回購入してきたのは醤油とわさび。これ以前にこちらのですね、マスタードとトマトケチャップも購入していたんですよね。ミキサーのミニチュアを紹介した時にですね、こちらのチャッキーの腕をミキサーにかけて液状にするっていう演出をしたんですけど、その時にこのマスタードとトマトケチャップを使いました。さあ、ということで、今回購入したわさびと醤油、ちょっと出してみましょう。これを押し出すと出ます。もう7月を目前にしてかなり暑いんで、この泥ネーバーのね、ひんやり感がめちゃめちゃ気持ちいいです。じゃあ次はこちら、本格わさび無添加出してみましょう。これは結構ね、リアルなチューブ状になってます。いきます。おお、こんな感じです。おっと、ちょっとここが混ざっちゃった。ちょっと混ざってしまいましたね。はい、こんな感じでかなり気持ちがいいです。じゃあせっかくなんでトマトケチャップとマスタードも出しましょう。よっ、戻っちゃう。まあ一個一個の量は少ないんですが、結構この容器が可愛いんで結構楽しいですね。でこれ戻すときはこういう風に吸い上げることで戻すことができます。綺麗に吸い上げることができました。このように元に戻すことができます。結構容器も可愛くていろいろ遊べますね。調味料型泥ネーバーでした。次はセリアさんでの購入品です。まずはこちらです。ミニコンテナ。もちろんこれ1個で100円っていうわけではなくて、これとこれ、そしてこれがそれぞれ100円です。なんで今回買ってきたもので実質300円ですね。まずはこちらコンテナです。はい、裏面に商品名が書いてありました。ナンバー1446ブリックコンテナ。で、サイズは 115×50×54mm。材質はブリキです。こうパッと見た目が結構リアルなコンテナになっていて、ちょっとしたフィギュア写真の背景とかに使えそうです。側面はこういう風に、これは扉ですかねが、イラストで再現されています。逆側は何も書いてありません。で、もちろんこれは、こういう風に蓋を取り外して小物入れとして使うことができます。なかなか見た目もかっこいいですよね。さっきすでにやっていたんですが、これはこういう風に積み上げることができるようになってます。割と便利ですよね。はい、次はこちらです。先ほどコンテナが乗っていた台車、ナンバー1492コンテナトレーラー。
このシールは、剥がした方がいいのかな？綺麗に剥がせるかな？お、はい、ちゃんと綺麗に剥がせるようになっていました。タイヤがついているんですが、ちゃんとここも回転するようになっています。前はこんな風に足がついてるんですね。で、これ先ほどお見せしたように、上にちょうどこのコンテナがぴったりと乗るようになっていて、よりそれっぽさが出ますよね。こういう風に運搬できるといった感じでしょうか。ちょっとタイヤの周りは悪いですが、転がってしまわないんで安心感ありますよね。はい、このような感じです。結構リアルですよね。ちょっと2個だと寂しいかなっていう気はするんですが、なかなかいい感じです。はい、次はこちらです。ミニチュアレジン6。ミニチュアレジンのシリーズはいくつかあったんですが、その中で一番形が可愛くて気に入ったものを買ってきました。こちらが、ミニチュアレジン6。黄色ガススタンドですね。なんか上に星がついてて、ちょっとロボット感のある可愛いデザインですね。で、ここからチューブがグニョンとすごく長くついていて、ここにノズルがついています。ところどころシャドウというか塗りムラというか、ちょっと色が変わっている部分があって、なかなか味があって可愛らしいです。ちなみに以前紹介した J ドリームさんのガソリンスタンドと比較するとこんな感じです。こっちの方は忠実に再現しているっていうよりは、これ自体に世界観があって雰囲気がありますよね。同じシリーズで色々集めて並べてみると面白いかもしれません。はい、次はこちらです。アンティークツールオブジェ、ノギス糸の子、プライヤー、モンキーレンチ。そしてこれはプライヤーです。いくつか種類があったみたいなんですけど、僕が店頭で見つけられたのはこの2つだけでした。アンティークツールオブジェ。これがね、プライヤーですね。全体的に古びたような色合いになっていて、なかなかこう渋いですよね。裏側はこんな感じになってます。ここがこういう風に2段階で大きさを調整できるようになってるんですね。物に合わせて調節することができるみたいです。結構実用性もありそうですよね。ちょっと指をつまんでみます。お、痛い。昔紹介したことのあるガチャガチャで、同じようなダイキャスト製の工具のミニチュアがあったんですけど、こうやって見ると同じプライヤーなんですが、結構形が違っています。なかなか110円でこのクオリティはすごいですよね。では次はノギス見ていきましょう。こんな形になっています。色は先ほどと一緒。で、ここにメモリが3センチまで入っています。そして裏面はこのような感じですね。で、これちゃんとここのネジを回してロックを解除すれば、こういう風に3センチまでは大きさを測ることができますね。ちゃんとこういう風にスライドさせることができます。こりゃいいですね。これ僕の左手人差し指ですが、こうやって測ると 1.1 センチです。はい、こんな感じです。サイズちっちゃいんですが、一応ちゃんと使えるようになっています。これちょうど3センチまで厚さが測れるんですが、メルカリやってる方だったらわかると思うんですけど、メルカリの匿名配送の UU メルカリ便、U パケットっていう一番安く配送できるサービスがあって、それが厚さ3センチ以内なんですよね。これ3センチ以内いけるかなっていうのを測るときに結構使えるんじゃないかなって思いました。次はこちらです。ミニ畳。見ての通り小さな畳です。でもかなりね、作りしっかりしてるんですよね。材質は畳が紙、縁がポリプロピレンファイバー、裏地、これがポリエステルで、芯材が木ってなってますね。こう中が硬いんですけど、木の板に貼り付けてあるっていう感じなんですね。はい、このような感じです。ちなみに大きさは 13.5 センチ ×7 センチぐらいですね。ちょっと2枚じゃ足りなかった感じなんですけど、こういう和系のミニチュアとやっぱり相性は抜群です。これはちょっと何枚か購入しておきたいですね。最後はこの2つです。これはキャンドゥさんの商品です。じゃあ1個ずつ見ていきましょう。まずはこちら。これミニチュアっていうか書いてある通りね、マスキングテープなんですよね。マスキングテープ、道路、線路。今回は道路を買ってきました。これ自体はミニチュアってわけではないんですが、貼るだけで道路を再現できるということですね。ミニカー系と非常に相性が良さそうです。まずこういう風にストップと書いてあって、停止線。そ
そして、これなんて言うんですかね、注意系の、このひし形の表示。制限速度50があって、この辺にしときますかね。とりあえず貼ってみます。マスキングテープなんでね、剥がしやすいので。で、模様はこういう感じですね。一番手前がストップとなっていて、その先に横断歩道で矢印がついていて、50キロの速度制限。で、さらにその先に停止線がついてます。これで全部みたいですね。そしてこの上にですね、車を置くとこういう風になります。これは可愛い。こういう感じでミニカー系の写真を撮ったりするときに手軽に道路を演出することができます。横断歩道もついてるっていうのが嬉しいですよね。ちょっと並べてみただけですが、こんな感じになりました。2車線にすると横断歩道の位置が反対になっちゃうんで、片側2車線みたいな感じなら違和感なく貼れるんじゃないでしょうか。結構手軽に使えて便利です。今後も使ってみたいと思います。はい、では最後、こちら行きましょう。これ僕の中では一番お気に入りの商品です。ミニチュアパイプ椅子。これパイプ椅子のスマホスタンドなんですが、フィギュアを座らせることもできるんで結構便利です。実はこれすでに3個持っていて、僕のチャンネルの動画の中でもたびたび登場してるアイテムなんですよね。並べるとこんな感じになります。今回見に行ったらこの赤、黄色、黄緑、水色、紫っていう結構カラフルなラインナップが出ていたんで、今回は黄色を買ってみました。で、手に取ってみるとこんな感じ。結構しっかりした大きさがあって、ちゃんと折りたたみすることができます。本物のパイプ椅子同様、結構コンパクトに収納することができます。で、これ一応用途としてはスマホスタンドなんで、スマホの保護フィルムとかケースとか置いてあるところにありました。こういう感じでスマホをセットすることができます。こうやって置いた時にちょっと高さがあるのが個人的にはかなり気に入っています。ちょっと安定感は悪いんですが、こういう風に縦置きすることも可能です。2台並べてあげればより安定感が増しますね。もちろんこれフィギュア用の椅子としても使えます。スマホのなんていうんですかね、支えになるパーツをこう前側にパキッと倒してあげて、このように座らせることができます。スネイプ先生は長くてヒラヒラした服を着てるんで、このね、後ろに隙間のあるこのパイプ椅子は非常に座らせやすくて重宝しています。並べて飾るととっても可愛いですね。というわけでキャンドゥさんで購入したミニチュアパイプ椅子でした。はい。というわけで今回はこんな感じで100均で購入できるいろんなミニチュア商品を紹介しました。いかがだったでしょうか？やっぱりガチャガチャでは販売できないサイズのものが多いんで、結構大きさがしっかりしたものが買えるのが、こういう100円ショップとかの魅力なのかなって思いました。皆様は何か気になった商品ありましたでしょうか？この動画気に入っていただけた方は、右側のアイコンマークからチャンネル登録をお願いいたします。おすすめ動画なんかも出してますんで、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。では今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。